ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。油淋鶏キット、1961円です。デリカコーナーの新商品です。100g あたり168円。鶏肉、国産鶏肉なんですけれども、それにしてもお高いのでちょっとね、迷いました。結局自分で焼くなら材料買った方が安いですもんね。新商品だしということで一番安いのを選びました。加工日は昨日、消費期限は明日です。加工日含めて3日ですね。タレが2袋、刻みネギが1袋入っています。タレとネギは合わせておきます。鶏もも肉は4枚、皮目の方から焼きます。すでに下味がついているので焦がさないように弱火で蓋をしてじっくり焼きました。皮目が10分、返して5分焼きました。焼けたら包丁でカットしました。ネギダレをかけていただきます。お肉は柔らかくてジューシー、下味がしっかり染み込んでいます。生姜とガーリックが効いてて、特に生姜が強めに感じます。タレがなくても美味しいんですけれども、このネギダレがネギや生姜の薬味、お酢の酸味や砂糖の甘みで美味しいです。ワンパンで簡単でしたけど、やっぱりお高いのでリピはどうかな、しないと思います。ネギダレは余ってしまったので取っておいて餃子にかけてみました。酸味があって美味しかったです。オータムパンプキンサラダ1380円です。デリカコーナーの新商品です。スイーツに見えますがサラダです。加工日は今日、消費期限は明日です。加工日含めて2日です。マッシュかぼちゃをマヨネーズで和えてトッピングに大量のくるみやパンプキンシード、ヨーグルトソースとオレンジのシラップ漬け、ピンクペッパーが散りばめてあって映えるサラダですね。かぼちゃは粗めのマッシュかと思ってたんですけれども、1.5 センチくらいのサイコロに切ってから加熱して混ぜる間にマッシュっぽくなったようで、かぼちゃがゴロゴロ入っています。マヨネーズはたっぷりめです。甘いかぼちゃにマヨネーズの酸味とヨーグルトの酸味とオレンジの酸味、3種の酸味が複雑に絡んでいます。ちょっとしつこい感もありますけれども、くるみとかぼちゃのザクザクした食感がアクセントで美味しいです。ピンクペッパーは可愛いけれども胡椒ですし、オレンジのシラップ漬けは皮のほろ苦さがあるので大人向けサラダだと思いました。私は美味しいと思いましたが、娘には不評でした。イングリッシュマフィンでハロウィンっぽくしてみようと思ったんですけれども、なんかね、いまいちでした。これはリベンジしたいですね。サーモン&焼きサバ寿司1980円です。新商品です。加工日は今日、消費期限も今日当日中です。焼きサバ、ポキロール、サーモン握りがそれぞれ8貫ずつ。わさびは4つ、ガリは1つ、醤油は2つです。何人分を想定しているのか分かりにくいんですけれども、お寿司は3人で分けてちょうど良い量でした。ポキロールはポップに辛口って書いてありましたけれども、程よいピリ辛です。うっかり醤油少しつけちゃってますけれども、醤油はいらないですね。焼きサバロールは酢飯の真ん中に大葉と焼きサバと青ネギ、トッピングにごまがかかっています。ごま酢飯、海苔、大葉、焼きサバの順に乗せてから巻いたようですね。焼きサバは血合いに生臭さを感じますが、たっぷりのごまや大葉が良い仕事をしてます。サーモン握りはわさびなしなのでわさび醤油をつけていただきました。いつものファミリー寿司に入っているのと同じものです。グレッツのポテトチップスジュラチーズ味 500g 入り838円から140円オフです。グレッツはよく新しいフレーバーが出るんですけれども、こちらは9月の新商品ですね。安くなるのを待ってました。
原産国はフランス、賞味期限は来年の7月です。開封した途端にチーズが香ります。厚すぎないギザギザカットでサクッとした食感がいいですね。ジュラ地方のチーズを使ったシーズニングがまぶしてあります。パッケージにはジュラチーズ 5.3% 使用としか書いてないのですが、ホームページにはコンテ AOP のみと書いてあるので、コンテチーズですね。チーズなので塩味は強めですけれども、癖がなくフルーティー&クリーミーな味わいです。美味しいです。冷凍のピエロギチェダーと冷凍のピエロギほうれん草、どちらも 625g 入りで1058円です。原産国はカナダ、賞味期限はチェダーは来年の10月で、ほうれん草は来年の11月です。約1年ですね。凍ったまま茹でるか揚げて食べるみたいですね。ラビオリみたいな感じかな。これはカナダ産ですけれども、東ヨーロッパの料理です。100% ナチュラルの素材だそうです。1個の重さは 26g、24個ずつ入っていました。パッケージに従うと、たっぷりのお湯に入れて再沸騰してから2分から5分茹でます。皮が少し透けてきてぷっくりと膨らんできます。ほうれん草よりもチーズの方が早く火が通りました。茹で上がったらバターを絡めます。ポテトサラダが入った水餃子のような、ニョッキのようなって感じです。チーズもほうれん草も美味しかったです。揚げピエロギの方はいくつか外れてしまって失敗しちゃいました。皮が厚い分硬くて食べづらかったんですけれども、どちらも美味しかったです。ビビゴ冷凍肉&野菜水餃子 800g 入り899円から200円オフです。原産国は韓国、賞味期限は来年の7月です。約10ヶ月ですね。1個あたりは 9g くらいで 200g だと23個でした。小さめの餃子なのでサイズは 45mm から 50mm くらいです。水餃子と焼き餃子、揚げ餃子の3パターンにしました。水餃子はたっぷりのお湯で3分ぐらい茹でると浮き上がってくるので、冷水に取り締めます。焼き餃子と揚げ餃子も小さいので火の通りも早いです。水餃子はポン酢につけましたが、何もつけなくても味はしっかりしてます。ニラやニンニクも効いていて美味しいです。皮が薄いので揚げ餃子も皮がパリッとして美味しいです。どんな食べ方でも美味しいんですけれども、私はやっぱり水餃子ですね。娘は揚げ餃子が気に入ってたようです。今週のお酒はサントリーレモントリス。キャンペーン当選品なのでコストコとは関係ないです。おつまみは油淋鶏。コーン缶を使ったコーンポタージュ。レシピは概要欄にあります。ブレッツポテトチップスジュラチーズ味です。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。